日本文化の根底にあるような場所ですから、その場所をですね、ないがしろにするというような画像が流れているということは残念であるということがまず一つ言えます。それに対して毎日お参りに見える方もあります。そういう方たちがもしも仮にこの画像を見た時に心を乱して悲しい思いになられるということを考えてみると、ちょっと耐えられないという思いは持っています。基本的にヨーロッパっていうかね、ああいうふうの白人と他の東洋人とかそういうところを若干心の中で差別しているというか、要するに、そういうものの宗教とかそういうものをリスペクトできてないという感じはします。通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、アサシンクリードシャドウズからの話題になります。このアサシンクリードシャドウズですね、以前から実在の神社でね、ヤスケが暴れ回るという動画が大変物議を醸しまして、あくまでも噂と言われていたんですが、神社側がね、これに不快感を示しているという話があったんですね。すると今回、兵庫県議会議員、永瀬武さんという方が、実際その神社に行きまして、お話を聞きました。で、これですね、まだまだ再生されておらず、おそらくね、このチャンネルご覧になってらっしゃる方でも、ほとんどの方知らないでしょう。ですので本日はね、一体何が起きているのか、どういった内容だったのか、皆さんと一緒に詳しく見ていきたいと思います。この番組は、海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ皆さん、花粉の季節ですね。吹くたね、もうそろそろきついです。去年も同様でしたが、今日ね、この収録終わりましたら、薬もらいに行こうかななんて思っておりますが、ちょっと声出にくくなってきましたね。さあ、それでは本題ですが、なんとまたですよ。今回ね、アサシンクリードシャドウズの話題になります。いやー、しかしこのゲームは本当にすごいですね。次から次へといろんな話が出てきまして、ちょっとね、本題に入る前にこちらです。UBI ソフト、アサシンクリードシャドウズの早期リークに反応。ということで、なんとですね、このゲーム、すでに物理コピーというのが出回っているということで、その内容がですね、リークされています。UBI ソフトは最近明らかになったアサシンクリードシャドウズの大規模なリークに対応する新しい声明を発表しました。先週末、物理的なコピーが発売のほぼ1ヶ月前に一部のプレイヤーの手に渡った後、同ゲームに関連する映像と新しい情報がオンラインで公開され始めました。ということでこのリークを受けましてね、このアサシンクリード公式 X アカウント、こんな声明を出したんですね。一部のプレイヤーがアサシンクリードシャドウズを正式リリース前にプレイしていることを確認しています。現在開発チームはローンチに向けたパッチの作業を進めており、オンライン上で共有されている映像は最終的なゲームの品質を反映したものではありません。影に潜み、ネタバレを避けつつ、今後数週間の間に公開される公式のサプライズ情報をお見逃しなく。ということでね、現在公開されている内容というのは最終的なものではありませんよ。これを改めて強調したんですね。心配しないでください。このゲームがひどいというのは私たち全員が知っています。リークはそれを確認するだけでした。これは計画的なリークです。彼らはこの失敗をリークのせいにするでしょう。この時点でゲームが失敗に終わるのは明らかだ。このゲームを取り巻く論争が多すぎるし、2回の延期も助けにはならないだろう。UBI ソフトは最悪だ。そんなアサシンクリードシャドウズですが、以前ですね、このチャンネルでも少し触れました。ヤスケがですね、とある実在の神社の中で暴れ回るという動画、あれが大変拡散されまして、これはあまりにも無礼なのではないかと物議を醸していたんですね。で、これに関してはですね、複数の日本人の方も追及しておりまして、その方が実際にね、神社に話を聞きました。これに対して大変怒ってますよ。そんな話があったんですね。ただこれはですね、あくまでも一般の方の話だったので、これをね、否定する声というのもあったのは事実なんです。それがね、こちらになりますね。UBI ソフトが神社の破壊を描写したことを受けて、日本の神社がアサシンクリードシャドウズから神社の削除を要求。そしてね、こちらご存知の方も多いかもしれませんが、マーク・カーン氏、このようなことを言うんですね。私の地元の情報筋によると、日本の板手氷津神社は UBI ソフトに正式な要請書を提出し、アサシンクリードシャドウズからこれを削除するよう求めている。神社側はこの神社の仕様と破壊行為について非常に憤慨しているという。するとですね、これに対して反応したのが、こちら、産経新聞だったんですね。実際ですね、産経新聞、神社側に話を聞きに行きました。フランスゲームソフトヤスケ、神社の内部破壊する映像が物議。実在の神社側、叱るべき対応。ヤスケが屈強な侍として描かれるなど、不確かな内容が史実として海外で拡散されることを懸念する声が高まり、注目が集まったが、今度は実在の神社について使用許可を取らずに、ゲーム内に登場させている疑惑が浮上。特にヤスケが神社に入り、祭壇などを壊す映像が動画配信サイトで公開されると、SNS で批判の声が上がった。この神社の担当者は産経新聞の取材に叱るべき対応をすると話した。ということで今回はですね、一般の方の投稿ではありません。
産経新聞がですね、実際に取材をして、コメントというのをもらってるんですね。同神社の担当者に事前に UBI から使用に関する連絡があったかを尋ねたところ、なかった。もしあればお断りしていた。と不快感を示した。叱るべき対応の詳細についてはノーコメントとしたが、ゲームからの削除を求めている可能性がある。SNS で対応に乗り出したという噂が出ている神社本庁の担当者はこれを否定した。そしてこれはですね、板手氷津神社だけではありません。東大寺も同じなんですね。シャドウズをめぐっては昨年公開された映像で東大寺が登場していると指摘されていた。昨年10月時点で担当者は UBI との協議は事実だが相手があることなので詳細は明かせないと答えていた。その後もこの方針は変わっていないとしており、現時点で何らかの合意がまとまっているかは不明だ。ちなみに東大寺は安家が来日する十数年前の1567年に主要道東が消失しており、ゲームの舞台となった時代にはまだ再建されていない。そしてこれに関してはですね、産経がこれを報じましたよというのがこちら、海外でも報じられているんですね。このサイトはですね、UBI ソフトに関しての様々なリークというのを出しているんですが、今回のですね、こちらの産経の記事を紹介していまして、そしてね、ここ見てください。これ、エディターズノートというのがね、追記されておりまして、こちらシニアエディターですね、マイク・ストロー氏。こんなことを言っています。元の出版社は、これ産経ですね、虚偽や誇張した記事を報道することで知られているメディアであることが判明しました。この記事は透明性を保つために掲載されますが、私たちはこの問題を認識しており、元のメディアが報道した記事をインサイダーゲーミングでこれ以上取り上げないことをお約束します。もうこのサイトはですね、全く誰も確認の取りようのないリーク情報というのを扱っているんですが、驚きますね。もうお前が言うかって話ですが、誰かにおそらく吹聴されたんでしょうね。産経新聞は虚偽や誇張した記事を報道するメディアなんだと。いやー、ここまでね、言い切るというのはすごいですよ。もちろんね、日本のメディアは軒並み終わってるというのはよく言われることですが、別にそれって産経に限ったことじゃないでしょ。じゃあこのインサイダーゲーミング、次に日本の話題を取り扱うときは、どのメディアを参照するんでしょうか。もしかしたら次のソース、朝日新聞になるかもしれません。つまりはこのインサイダーゲーミングというのは、先ほどの産経新聞の記事というのは、おそらく嘘だろうと、もしくは誇張されているだろうと言いたいわけですよね。するとなんと、こちら本日の本題です。今回ですね、兵庫県議会議員、永瀬武さんという方が、実際ですね、この神社側にインタビューを刊行しまして、映像として残しました。で、こちらですね、はい、見ていただくとわかりますが、まだね、12000回しか再生されてないんですね。ですので、これについてはね、リンクを概要欄に貼っておきますので、9分38秒の動画です。この動画の後でも構いませんので、よかったらね、前編ご覧になってみてください。日本文化の根底にあるような場所ですから、その場所をですね、ないがしろにするというような画像が流れているということは残念であるということがまず一つ言えます。それに対して毎日お参りに見える方もあります。そういう方たちがもしも仮にこの画像を見た時に心を乱して悲しい思いになられるということを考えてみるとちょっと耐えられないという思いは持っています。手をつけてはいけない部分というものに手をつけたり触ったり、乗り越えたり、またその、ひどいことに、土足で、踏みにじるというような形というのはこれはやはりやめてもらいたいというふうに考えますね。基本的にその、ヨーロッパっていうかね、ああいうふうの白人と、他の、東洋人とかそういうところを、若干心の中で、差別してるというか、要するに、そういうものの宗教とかそういうものを、リスペクトできてないという感じはします。英語で言うとけども、心の底でちょっとそういうふうな差別があるんかなというのはと思いましたね。ただね、どこまでその向こうが意図があってやってるのか、意図がなくても結果的に、こんなことになってるというところはちょっときちっとしていただきたいなと思いますね。はい、ということでどうですか。もともとですね、これに関しては複数のね、日本人の方が追求していたわけですが、それはね、批判もされていたんですよ。一般の方なんでね。そしてそれを後押ししたのが産経新聞だったわけですが、これが海外で報じられますと、虚偽や誇張されたニュースを配信するメディアなんだとネガキャンされました。つまりは産経新聞を信じるなと言いたいわけですね。そして今回、神社側の主張というのがしっかりね、映像として発信されまして、もうこれでね、神社側は不快感を示している。このように言っていいんじゃないでしょうかね。はい、ということで本日はですね、兵庫県議会議員、永瀬武さんがアサシンクリード内で使用された神社の宮司さんに直撃インタビューをしたという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。今回の件に関してはですね、実際ね、ゲーム内でああいったことをするというのが法的にどうなのかというのは、極端わかりません。これまでのゲームでもね、そんなこと普通にやってるんだなんて方もいるでしょう。とはいえね、UBI ソフトっていうのは他国の文化尊重しますよみたいなことも言ってたと思うので、ちょっとね、
それは詭弁なんじゃないかなと思ってしまいますね。そして少なくともですね、ゲーム内で好き放題やっていいということになるのであれば、これを批判するというのも問題ないはずなので、不快感を覚えたらどんどん批判すればいいと思うんですね。で、実際ですね、これまでも複数の方がね、一般の方も産経新聞も含めて、神社側がこれに対して不快感を示していると言っていたんです。なんですが実際はですね、このようにその信用を貶めるようなその言論というのをね、封殺というと言い過ぎかもしれませんが、信用を失墜させるような批判に対してのこういった行為というのは実際にあるんですね。これがね、顕在化した今回の出来事だったんじゃないかなと思います。そして今回そこにですね、もう有無を言わせない動画が出てきたということになっているわけですね。このアサシンクリードシャドウズ発売まで1ヶ月を切りましたが、まだまだね、こんな話わんさか出てくるんじゃないかなと思います。そういったものがありましたら、この番組でもお伝えしていきますんでね、この機会にぜひまだチャンネル登録なさってない方、しているつもりでもしてなかったなんて方も多いと思うので、ぜひこの機会にチャンネル登録をお願いします。ということで本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。